ただきます。キュッとねこう締まる感じがたまりませんね。この時期寒くなってまいりました。今日は大きな肉団子と刻み白菜の鍋というレシピをお伝えしたいと思います。ガラスープベースにそこにお肉の旨味が出て、さらに九条ネギの香り、白菜のとろみ、それの一体感があるというね、非常に喉越しのいい鍋ですね。いやー、寒くなってまいりましたね。もうすぐね冬に入りますけれども、そんな中やはり食べたくなるのは温かい鍋ですよね。今日は大きな肉団子と刻み白菜の鍋というレシピをお伝えしたいと思います。肉団子がね丸々とたっぷりとしたボリューミーになりながらあっさりと食べられる美味しい鍋です。寒がってる割には七分袖。うるさいなでは材料説明です。まず白菜、豚ひき肉、卵、薄力粉、お塩ですね。今日は九条ネギ使いますが青ネギでも代用できます。それから生姜、柚子、これもあればいいと思いますね。あった方がちょっとねレベルが上がる感じ。それから黒胡椒で、お水とお酒、鶏ガラスープの素ペーストを使います。それから水溶き片栗粉以上になりますね。では早速まず白菜の下ごしらえからしていきます。白菜はまず1センチ角ぐらいに切っていきます。切れたらボウルに移して、でボウルの中の白菜に塩をして揉み込んで中の水分を出していきます。これで10分ぐらいですかね置いておきます。生姜千切りしていきます。千切りにしたら別の容器に入れておきます。で九条ネギも切っておきます。まず根の部分を落としてちょっと斜めに切っていくかな。九条ネギの思い出は何かあるんですか？九条ネギの思い出はないけど、好きですね。すごくやっぱり青ネギよりもしっかりしてるし、ネギとしてしっかりと主張する青ネギって感じですよね。切れたら九条ネギも別の容器に入れておきます。はい、そしたら次に鍋でお湯沸かしていきましょうね。水入れて火つけておきます。次に肉団子作ります。豚ひき肉、軽くつなぐぐらいでね、薄力粉でお塩で卵で混ぜていきます。肉団子もすごく素朴なので、通常だったらね、例えば干し椎茸入れたりここに玉ねぎ入れたりね、ネギ入れたりするんですけど、本当に素朴なレシピですね。割とパパッとできるお鍋ですね。九条ネギなかったら青ネギでもいいし、最悪ネギ類なかったらこの白菜と肉団子だけでも美味しい。しっかりと粘り気出たら OK ですね。蓋開けてお湯が沸き始めたら調味料入れていきます。お酒でガラスープで、ガラスープで完全に味決まってるわけじゃないんですね。
ガラスープで全体の味の旨味は下支えしつつ、この肉団子の量がこれだけ入るので、豚ひき 400g 入るので、この豚肉の旨味がしっかり出たお鍋になると思います。その旨味を塩出しした白菜が吸うって感じですね。調味料が溶けたら肉団子を入れていきます。でここで完全に沸いた状態で入れないとアクが浮きやすいですね。沸いてきたので肉団子を作って入れていきます。だいたいこれで6等分ぐらいかな。1個こんぐらい、結構しっかりめで入れていきます。はい、全部肉団子入れたら少し鍋蓋をずらしてこのまま5分間煮ていきます。吹きこぼれる可能性があるというのと、適度に蒸気を抜くっていう。で5分経ったので蓋を外して、ちょっと白濁してる感じになります。こうやってね、こういう感じ。でここに水溶き片栗粉でまずとろみをつけます。中混ぜながらぐる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 。ですごく重くとろみがつくわけじゃないので、このぐらいですね。ちょっと。はい、そしたらここで先ほど塩した白菜を絞って入れていきます。結構ね水分出ますよ。絞ったらこの鍋の中に加えていきます。でとろみがついたスープに白菜を入れて、このままさらに蓋をして隙間ずらさない、ちょっと吹きこぼれないように火加減調整。これで5分待ちます。はい、ではさらに5分経ったので蓋開けて、こういう感じですね。この中とろみと白菜に火が入った時の白菜のたちがちょっと一体感が出る感じですね。とろみをつけるとね。ちょっとここでね、一応味見をして、ここで塩味が薄いようだったらお塩してください。大丈夫だと思います。最後に九条ネギ。見た目的なことを言えば、肉団子が四方八方に配置されていて、真ん中に九条ネギがきますと。で生姜のせますと。で胡椒しますと。たら最後に柚子の皮ですね。はい、これで完成でございます。では熱々の肉団子をいただきたいと思います。いただきます。ジューシーでトロトロの白菜。キュッとねこう締まる感じがたまりませんね。やっぱりお鍋には冷やしたお酒がいいかな。熱燗じゃなくてガラスープベースに、でそこにお肉の旨味が出る。でさらに九条ネギの香り、白菜のとろみで全体とろみつけてるんで、それの一体感があるというね、非常に喉越しのいい鍋ですね。皆さんこの時期寒くなってまいりました。おすすめの鍋でございます。ごちそうさまでした。